さて藤友さん、本日は新型ステップワゴンご開帳ということで、はい、ジャパンプレミアです。6代目だっけ？そうです、6代目でございます。1996年初代が出ました。今回って2つあるんですよね。エアーとスパーダ、この2機種があるということで、早速エアーの方から見ていきます。はい、こちらがエアーです。はい、どうでしょうか。すごくシンプルな形というか、なんかモダンさを感じる雰囲気ですよね。そうなんですよ。でもこれって、さっきプレゼンでデザイナーの方おっしゃってたんですけど、はい、シンプルなものほどこういう箱型の車って商用車みたいになりがちなんだって。そうなんですよね。だからすごい注意深くこのディテールを作り上げたっていうふうに言ってました。ちょっと寄ってみてみましょうか。そうですね、寄ってみましょう。どうなんかこのラインすごい綺麗じゃない？いやー綺麗ですよね。あとね、ここの面がすごく大きいの。本当だ。でしかもね、絶妙にこう横に向かって広がりを見せていて、はい、なんかこれがね、実際の寸法より車体をワイドに見せてるんだって。そうなんですよね。なんかそういう視覚効果が面白いですよね。今回はスペック等は公表されてないんですが、はい、おそらく想像するに全車3ナンバーみたいですね。確かにこう一見した雰囲気も存在感がありますよね。かなりありますよね。やっぱり今までその5ナンバーベースというか M クラスミニバンって言われてるそうですけど、はい、やっぱトレッドに対して背が高いからなんだかちょっとこう頼りない感じの見えちゃうモデルもあったんだけど、でも今回のステップワゴンはすごい存在感があっていいですよね。そうですよね。これまでのね5代目のステップワゴン私大好きだったんだけど、はい、なんかこういう進化もいいですね。そうですよね。なんかほら最近のホンダってフィットとかあとベゼルとかもそうだけど、なんかこう心地よさを追求しているというか、ある意味無機質ではあるんだけれども、なんかそれがニュートラルに向き合える関係性みたいなおしゃれ感があったりしてね、はい、なんかそれがこのクラスのミニバンに入ってきたの初めてなんじゃないかなと思って。そうですね。じゃあこれ今ロービームでしょ。でウインカー。おお、シーケンシャルですね。あ、シーケンシャルなんだ。はい。ハイビーム。お。ボディサイド行ってみましょうか。行ってみよう。はい。なんかいいじゃん。すごいなんか大きく見える。大きく見えるね。なんかさ、ここのさ、ここが結構長いよね。そうですね。で、オーバーハング。であとここがすごいしっかりとした柱を感じる。ね、なんか頼もしい感じ。そしてグラスエリアに対してボディが幅広いというか分厚いというか。そうですね。確かに。なんかガラスエリアってミニバンってなんか妙にこの縦がさ。広く取られてる車って多かったじゃない？なんかそれが確かにガラスの天地は少し短くなってて、はい、その分ボディパネルがウエストラインがちょっと高くなってるのかな。そうですね。でもなんかすごい守られ感与えてくれそうだし楽しいねこれもね。あとね私好きなのはね、このヘッドランプフロントフードの切り欠きから、ここにねずーって見てこれ後ろまで。これピッてちょっと上がっちゃう。あ、本当だ。おお、なるほど。すごい綺麗じゃない？このピチッとした感じの。このラインの出し方は新しいですね。新しいですよね。ちなみに細かいこと言うと、ボンネットが割と長く見えて、つまり A ピラーをかなり手前に引いてるみたいですね。あ、これ？そう。あ、こっちに引いてるってこと？そうですね。あ、だから長く見えるのかな。あ、それも全体が伸びやかに見える理由なのかもしれないね。そうですね。あともう一つこだわってるって言ってたのが、このミニバンってさボディのパネルが大きいからなんか板みたいになりがちじゃない？平面的というか、だけどこれ実は上から見ると若干樽型になってるっていうらしいですね。こういう面で作ってるんだって。これちょっと横から見るとわからないんですけど、この辺がここがちょっと盛り上がってるんですよね。すごいね、そういうフォルムを注意深く作り込んだっていうふうに言っていた。豊かさを感じさせるっていうのはそういう細かい作り込みが影響してるんだと思う。ちょっとホイール見てみましょう。はい、見てみましょう。はい、これ今回ついてるやつはなんだろうね、これ切削加工っぽい形してるよね。切削加工。
ですね。はいですね。でもなんかユニークですね。なんかここの面をさ、こんなに大きくおにぎりみたいに取って、本当だ。結構存在感がある感じ。20560R16。はい。で五欠ね。ですね。五欠ですね。よし、リア周り行ってみましょう。はい、行ってみましょう。どうかな。あ、でもこういうとこも綺麗だね、処理がね。あ、本当だ。レールも綺麗だね、これ。こういうとこもやぼったく見せてないよね。そうですね。わ、はい。このリアスタイルなんか知ってる。知ってる。僕も知ってる。ってきっと見てる人も思ってるかなと思うんだけど、何に見える？まあ初代ですね。そう。はい。ね、この縦長なテールランプ。はい。これがなんていうの、復活じゃないんだけど。そうですね。オマージュっていうんですかね。ねえ。でもなんかさ、超大ヒットしたさ、なんて素敵な素晴らしい車作ったのって思われた初代ステップワゴンの年間10万台を平気で売っていた車ですね。すごい売れてたんだね。そうなんですよね。今だってそんなにね売れてないもんね。そうなんです。残念ながら。まあでもそういう意味ではすごくその昔からの流れを感じさせるし、はい、あとやっぱりこのライト自体の処理も結構綺麗ね。内側にこの透過類入ってるんだけど、なんか透明なこうカバーがかかってる感じで、いやすごいシンプルですよ。ね、シンプルだよね。全くギラついてないというか、あとこのステップワゴンってフォントもちょっとなんか今っぽいですね。ね、じゃあどうする？開けてみる？あ、じゃあそのままバックドア開けてみましょうか。開けてみようか。ちなみにワクワクゲートじゃなくなりましたね。はい、本当だ。ワクワクゲート、私先代のやつすごい好きだったんですけどね。好きな人は好きなんですよね、あれね。じゃあ今度のどうなってるか見てみようか。はい。あ、ここにあるよね。お、コクンってなんか開く感じもいい。おお、開いた。広いね。もうここ。すごい。すごいね。こんなに広いし。本当にくり抜かれてますね。ね、今これ3列シートが起きている状態なんだけど、ここにいろんな荷物入りそうだよね。まず下に荷物入りますね。これまあちょっと傾斜してるけど。シートアレンジしてみます？あ、ちょっとこれこうなるんだ。そう、リクライニングするんですよ。あ、そっか、前とか倒してね。そっか。ちょっと畳んでみていい？はい、どうぞ。最初にこの上の紐を引いて、はい。でこれを倒す。前に倒した。はい。あれ、もう動くよ。簡単。すごい。でもなんか私この感じ知ってる。あれ、何でした？5台目のワクワクゲートの時に、はい、やっぱりね片手で収納できるシートだったのよ。そうなんですよ。これ渡し板までついてるの、丁寧にほら平らになってますね。ワクワクゲートはなくなっちゃったけど、なんかこれがね受け継がれてるのはちょっと嬉しい。そうなんですよ。本当に。まあ自転車乗せる人も乗せやすい高さだし、フロアが低いから。で、あとさ、ペット飼ってる人いるじゃない。でワンちゃんの居場所がさここだったりすることもあるじゃない。そうするとトンって自分でこう乗り込んでくれそうな高さ。なるほど。だ子育て層だけじゃなくて、なんかそういうペット飼ってる人とかにもぜひ使ってほしいなって思う。確かにそうですね。じゃあちょっとこれ起こしてみよう。はい、起こしちゃいましょう。起こすときはこれで、こっちを先にこうやって。簡単。いいですね。これは使いやすいと思う。はい。素晴らしい。では室内乗り込んでみましょう。行ってみましょう。はい。じゃあまずドアを開けますが、もちろんこうやっても開くんだけど、なんとねここにほら。ね、静電タッチ。すごい。荷物持ってたりお子さん抱えてても軽くできるの嬉しいですよね。ですね。広いね、やっぱり。広いですね。なんでこんなに開けてるの？なんか邪魔なものがありそうじゃん。いや、そうなんですよ。ね、実はね、これシートベルトが2列目に内蔵されてるの。そうですね、これね。これ何がいいってさ、例えばね、チャイルドシートってさ、2列目にもうそもそもつけてたりするじゃない。そうなんですよね。でしかもシートベルト通してたりするケースがあるでしょ。でそうすると後ろに乗り込むの、ここが普通は柱にシートベルトが備え付けられてるから、結構大変なのよね。大変なんですよ。これを後ろにして真ん中から通路を通っていくとか、そういうやり方をしなきゃいけないと。例えば2列目を折りたたんでしか3列目乗れないとなると結構大変なんですよね。もうシートベルトがチャイルドシートがあるから折りたためないわけですよね、もうね。だからどっちかからしか乗り込めないってあると思うんだけど、そうなんです。
でもこれはいけるわけ。そうね。じゃあ行くよ。はい。じゃあこれでちょっと広く取っとこう。あ、いいね。ワンステップでいける。あ、いいじゃん。すごい楽だね。むちゃくちゃ楽ちん。おお。そしてね、はい、まあこの2列目はロングスライドがついているんだけれども、はい、このスライド位置によって膝周りの広さは変わるよね。そうですね。ね、まあ、今この状態でもね、もう5つぐらいげんこつ入っちゃいそうだし。余裕ですか。そう。あとやっぱさ、天井高いね。あ、3つぐらい入るよ。そうですね。私身長162センチだけど、はい、余裕で座れます。ただね、3列目はちょっとアレンジ優先ってとこもあって、この背もたれはちょっと低めだよね。そうですね。まあミニバンはこういうの多いんだけど、ね、ちょっとヘッドレスト上げてみます。お、はい。あ、いい。はい。先代よりもシート圧を上げて座り心地をかなり言ってましたね。言ってた。あ、でも確かに、私ぐらいのキロの体重だったら、はい、キロの、はい。なんかね、すごいしっかりしたなんかシートに座ってる感じ。なるほど。なんかちょっとモダンな家のソファーに座ってるようなイメージかな。ほら、エアコンの吹き出し口ちゃんと3列目も風が来るようになってるし、はい、これないと暑いんだよね。そうなんですよね。あとね、ドリンクホルダーここに2つ入ってて、これ四角めになってるけどパックとか入るのかな。 USB あります？ USB はこれついてないけど穴があるから、もしかしたら仕様によってつけられるんじゃない？あ、そうですね。でもなぜかシガーソケットが1個ここについてる、ここについてますね。2列目行ってみますか。はい。だから真ん中通路があるんですよ。はい。ね。じゃあここからこうやって行けるよね。行けますね。行ける行ける。うん。雨の日にあれだね、外に一回降りずに車内で移動できるのいいね。ですね。なんなら運転席まで行けちゃうよ。あ、そうですね。ここ空いてますからね。そう、ここからさ、こうやってさ、まあちょっと若干引っかかるような気もするけど、はい、こうやって行けるよね。いや、1列目から3列目まで。すごい。で後ろのお子さんのさケアをするのにさ、そうですね。出てって、よしよしってできる。できるわけですね。バッチリ。では2列目、行ってみましょう。行ってみましょう。わ、やっぱシートはさ、こっちの方がさらに分厚いね。ああ、そうですよね。座った時の感触がやっぱり全然違う。そしてホンダらしい。ホンダらしい？ホンダらしい可変モードが。あ、なんかあるんだっけこれ。そうなんですよ。これです、これ。これ？あ、これ？これ。さっきさ、普通にこうやったらスライドしたよね。そう、スライドするんですよ。これスライドもすごい。すごい。あ、ここまで行くんだ。そう。やっぱ広いね。そして実はこれなんかさ、絵が描いてあるよ。この絵が描いてあるんですよね。何これ？一番上に引くと、何これ？前後左右の矢印があるよ。つまり一番上に引いてみましょう。じゃん。はい。動くよ。あ、お、あれ、横に動いたよ。すご。何これ？もう360度動くやつですね、これ。何これ？すご。すごいね。そしてつまりシートを内側にして、違うなるね。そして一番後ろまで下がると、はい。すごい。あ、さらに広くなった。そうなんですよ。ここがね。さっきと違うね。シートを内側にすると一番後ろまで下がれるということですね。ああ、そうか。ここに張り出しがあるからそういうことなんだね。すごいね。すごいな。ベビーカー丸ごと乗せて、チャイルドシートに子供を移すようなことだってできるかもしれないし。そうですね。でもこれ面白いね、このシート。もう一回やってもらっていいですか。これほら見て、周りを信じらんない。動こうと思えば斜めにも動くよ。すごい。レールって普通さ、前後左右だけじゃない？そうなんですよ。ちょっとやっぱ本田さんでなんかちょっと変わってるよね。ちょっと変ですよね、やっぱね。すごい。そして開けてみてください。何これ？おお、でかい。でっかい。何こんなに大きいのついてんの？ 14.6 インチとかって言ってたかな。これはオプションでつけれるってこと？純正のあれか。ホンダアクセスさんの純正アクセサリーで用意されるやつですね。なるほど。でも見て、フロントのさ、ナビのモニター自体もすっごいでかいの。でかい。じゃあ次はちょっとインパネ見てみましょうか。はい。インパネ。はい。まずさ、すっごい開けてるね。そうですね。すごいなんか見やすい、周りが。見て、こんなさ、ステップワゴンってこんなタグ、おしゃれ、このブラウン、めっちゃおしゃれじゃない？すごい。あとね、これなんか開くのよ。ほら。ティッシュボックス。
そうティッシュ入るって言ってたよね。はい。ここから取り出したらむっちゃ楽じゃないこれ。そうですね。しかもそこが収納に見えないっていうのがすごいですね。ね、ウェットティッシュとかもいいかもね、ここね。そうですね。あとはここにオープントレイもあって、はい、まあちょっとしたものを一瞬ここに置いたりできるし、はい、当然グローブボックスもあるよね。ありますね。あとはね、はい、ここにもなんかあるよ。結構深いね。私の手のひら1枚分ぐらい入るスペースがあるし、はい、ここの下にもちょっと入るね。ありますね。あとはドリンクホルダー。あ、これと、あ、ここにもついてる。あ、いっぱいある。こっちも、あ、こっちも。あ、そっちもついてる。うん。ははは。なんかね、汚れにくい加工をしてるって言ってた。そうなんですよね。防水やってるって言ってましたね。藤友さん。あ、なんかどっかで見たことがあるやつ。これシリックと同じ感じじゃない？そうなんですよ。でもなんかこのつまみが大きいよこれ。ちょっと違いますね。あれは細いタイプでしたもんね。風を送る範囲が結構広く取れるやつだよね。ですよね。あとさ、前のステップワゴンって、はい、メーターが上の方にさ横長にあるやつじゃなかったっけ？そうでしたね。ステアリングの上から見るタイプでしたね。なんかこれはあれだね。なんだっけ、ベゼルとかとちょっと近い感じのそうですね。やつになってる。フル液晶ですね。ね、液晶です。あ、でもなんか見て、これ見て、何これ PM2.5 って書いてあるよ。あ、これあれじゃない？最近さ、高級車とかでさ、はい、空気の汚れ具合を、測ってくれる車ってあるのよ。ありますよね。多分これついてんだよ。すごっ。見て、あった。しかもやや多い。多いよ。まあもしかしたら、減った。下がった。今窓開けたら。ほら、ちょっとドア開けてみようか。ほら。なんか今日あんまり全然こんなこと一言も言ってなかったけどさ。そうなんですよ。結構そういう車内の環境をすごい大事にしてるよね。ですね。やっぱり居心地の良さっていうのをすごく追求している車ですから、やっぱそういうね、エアコンの吹き出し口だってこだわってますし。あ、ほら、やっぱあったよ、ほら。イオンのやつ。ありましたね。いいよね。いいですよね。でも本当そういう意味ではいろいろ考え抜かれてるよね。ですね。ではエアに続いてスパーダ。おなじみスパーダ見ていきましょう。まずさ、このデザインも特徴があるんだけど、このボディカラー素敵だと思わない？そうなんですよ。これちょっと表現できてるかわかんないですけど、これトワイライトミストブラックパールっていうんだって。カンペ読んでますけど、藤友さんはトワイライトミストブラックパール。そう。なのでブラックなんですよね。ね、でも今日ここスタジオだからちょっと光が強く当たる部分もあるんだけど、当たっているところはすごい綺麗にすごい上品よね。いやー、この色はちょっとあんまり見たことない色ですね。なんかすごいこの絶妙なニュアンスを表現しているあたりがちょっと新しい世代のミニバンって感じですよね。そうですね。顔周りエアと違うのは、まあ鉄類はボンネットとかドアとかは一緒だって言ってましたけど、でもこの辺から下がさ違うよね。そうですね。あとさっきさ、エンブレム黒かったけど、これブルーだね。つまりこっちはハイブリッドで、これ EHEV ってことかな。そうですね。あっちはガソリン車だったんですね。じゃあガソリン車もあるってことだ。そうですね。なんかほらカタログに書かれてない、まだ教えてもらってないこと結構あるから。ありますね。なんかそういろいろ探っちゃうよね。そうですね。でもこっちはなんかグリルがすごいちょっと縦に分厚くて、さらに存在感がありますよね。とはいえ某社いろんなメーカーに比べたらすごくおしとやかですよね。このグリルの範囲もね。見ている人に圧迫感を与えないレベルに上品に仕立ててますね。でも決してなんかこう弱々しい感じではなく、すごい堂々としたなよっとした感じではないんですよね。そうなのよ。でも押し出しはない。でもなんか構えがしっかりしてるから、なんか頼りがいがあるっていうかね。そうなんですよ。やっぱそれはエアーとともに両方言える部分もあるんだけど、なんかこっちのやっぱスパーダの方がより大人に似合う上質さもあったりするし。そうですよね。でもやっぱりボディカラーでまた陰影の見え方が全然違うね。本当ですね。この光が当たらない部分だとまた何とも言えない色してるこれ。この車が置かれた景色とか場所とか時間で違って見えるかもしれないね。そうですね。そして藤友さんの後頭部にずっと気になってたこれね。リアスポイラーついてますね。でも横から見た時に伸びやかに見えるパーツの一つだって言ってましたね。そうですね。では
スパーダのインテリア行ってみましょう。はい、こっち。おなじみのおなじみの静電タッチで、はい。おお、なんかシートこんな感じなんだ。おお。乗り込みます。乗り込んでみて、エアーとの違いは、まずこのシートの表皮が違うから、なんかね、何これ、レザー？プライムスムースって言ってましたね。合皮ですね。合皮ね。でもすごい感触、肌触りは気持ちいいし、あとなんか座った感じもなんかこっちの方がよりしっかりしてる感じがする。そうですか。でもこのお尻と腰が当たる部分はファブリックになっていて、そのレザーの場合さ、合皮とかって体が押し返されちゃったりすることあるんだけど、体重が軽いと張りが強くてね、そんな軽くないけど、なんかこれはすごいちゃんと馴染む感じ、座り心地いいですね。そして僕はもうさっきからオットマンが気になりすぎて、なんかさっきなかったやつがあるね。そうなんですよね。何？じゃあこれ行ってみるよ。はい。じゃじゃーん。何これ。そしてすごいじゃん。そして藤本さん、さっき教えてもらったスライドをスライドをして後ろに行って、これか。ちょっと後ろに行くのが大変そうですね。ちょっとこれちゃんと戻さないと踏ん張れない。これだ。はい。そしてこれで出ました。出た。こうか。これで倒したらおやすみみたいな。すごい。そしてもう一個違い見つけちゃった。藤友さん。ここ。USB？ しかも見て、タイプ C だよこれ。タイプ C がここについてる。最新のやつ。あとさっき紹介しなかったけどさ、これついてるのね。本当だ。ほら。ちょっと全席座ってみてもらっていいですか。そしたら。はい。なんかちょっとシート形状がエアーと違いますよね。なんかちょっとスポーティーな感じしますよね。本当だ。表皮だけじゃなくてね。確かにそうよね。ちょっと運転席座ってみようかな。はい、どうぞ。なんかすごいしっかりしてる。なんかホールド性もいい。やっぱそうですか。なんかすごい車と一体感がしっかり持てそうな感じ。なるほど。さっきちょっとだけお話聞いてたら、プラットフォーム自体は全く先代のものでも問題ないんで、基本は流用で改良版、でも大幅に手直ししているってことでしたね。そうなんだ。だって先代のステップワゴンって本当に走り良かったじゃないですか。そうなのよ。ね。そう。ミニバンってさ、やっぱりね、重心が高いからふらつきやすいし、その思い通りに走れないと不安感も煽っちゃうし、ママもハンドルに行ったりするし、そうですね。いろいろあるわけじゃない。でも先代さ、もうデビューしたところからなんでこんなに操縦性がいいんだろうって。そうなんですよ。私特等席、運転席でもいいんじゃないかぐらいの思ったぐらい。なるほど。その後ろの一緒の同乗者がさ、快適に過ごせるかどうかは運転する人次第っていうところもあるけれど、でもなんだろう、そのキビキビ振られるような動きではなく、一筆書きで綺麗に走りたいカーブをたどっていけるような、なんかそんな乗り味の良さがあったよね。そうなんですよね。でもさ、この車どんだけ進化してるんだろうね。早く乗ってみたいですね。乗りたい。そんでさっきちょっと小耳に挟んだんですけど、なんかこう3列目が酔わない特許を出願している、特許ということなんで、ちょっとそのご担当の方に登場していただきたいと思います。乗り物酔いを低減するインテリアデザインです。すごい結構硬い名前ですけど。そうですね。はい。ちょっと見てみましょうか。じゃあテールゲート開けていいですか。じゃあこれで、あれ？ほら。あるじゃん。電動テールゲート。すごい。高級車ですよ。ついてます。ついてます。で、今回せっかくこう家族をテーマにした車なんで、やっぱデザインをする身でも、なんかこうインテリアデザインでもなんか乗り物酔いだとか、乗り物酔いを低減すれば疲れにくさにも通じるんで、なんかそういうのできないんですかねっていうふうな話を、開発の初期の頃にちょっとワイガヤやって。意見を出し合う会ですね。そうやったんですよ。ホンダの先進技術研究所に乗り物酔いを研究している方がいらっしゃったんですね。なるほど。でその方の話を聞いて、もう開発の初期からいろんなそういう知見だとかアドバイスをいただいて
空間を実は作ってたりするんですね。まず乗り物酔いっていうのが、はい、まだ解明されてない人間の生理現象で、はい、そうなんですか。はい、日夜多分世界中の研究者が考えてるというか、そのこんなに悩んでいるのにというのが多分現状で、実際これに乗ったら乗り物酔いがなくなるかって言ったらそうではないんですよ。はい、ただそういったのを低減する効果っていうのを、先進技術研究所の方々の今までのノウハウっていうのがあったんで、それを取り入れてます。でまず乗り物酔いになる原因っていうのが姿勢なんですね。姿勢、はい、座ってる姿勢ですか。そう大概ですね、こういった2列目3列目に乗ると目の前にでっかいシートがあって前が見えないんですよ。でそうすると前を見たくなって無意識のうちに体が傾くんですよね。なるほど。こういう状態で車が縦に揺れて横に揺れるともう乗り物酔いが始まっちゃうんですね。酔わないために遠くを見ようとしたがゆえ、姿勢が乱れてさらに酔いやすくなってしまうと。そうで無意識に自分でやっちゃうって悲しいですね。そうなんですよ。今回まず一つ目にやったのはシートの位置を映画館みたいに高くすること。シアターレイアウト。そうで現行と比べると2列目と3列目っていうのが高く設定してます。はいはい。でもう一つはヘッドレストとかシートの形状、はい、これをできる限り、圧迫感を与えないような形状にしたっていうこと。だから高さが低くなってるんですか。そうなんです。そうですね。そうなんです。これ全席もそうですもんね。そうです。2列目も。はい。で肩の部分をちょっと斜めに削いでるじゃないですか。運転席。全席ですね。確かに。あれ通常の位置で、なるべくそのセンターのあるモニターだとか、窓ガラスのその向こうを見るように工夫をしている点が2点目でやったこと。はい、で3点目っていうのはこれが非常にステップワゴンの特徴で、はい、例えば家の窓ガラスあれが斜めだったりしたらどう思います？あれちょっと違和感ありますよね。贅沢すぎますね。そういうデザインもありますけど、はい、家の窓ガラスが歪んでたり斜めになってるともうなんか気持ち悪くてしょうがないですよ。あれまっすぐ立ってるつもりでもなんかこう斜めになっちゃったりとかで、車ってだいたいかっこいい車って斜めにガラスが駆け上がってたりとか、確かにそれがスポーティーだとかウエストラインが切り上がってるようなかっこいい車いっぱいありますよね。はい、一方で商用車は真四角ですよね。ですよね。ただ駆け上がってるとその窓ガラスと一緒で姿勢が落ち着かないんですよ。なんか基準が分かんなくなっちゃうんで、今回窓ガラスの下で、あとはサイドガラスの下下端、ほぼほぼまっすぐ水平に整えてます。これそういう効果なんですか。とにかく全部つながってる、これにすごくこだわって、で水平の基準を持たせることによって姿勢を安定するっていう効果を生み出してる。なるほど。すごい、人間って不思議ですね。不思議なんですよ。自分で知らず知らずのうちに平行を保とうとしちゃう。つまり姿勢よく座っていられて遠くも見渡せるから、おそらく酔いにくくなるであろうということですね。そうですね。でシンプルにしてるっていうのもそういう一つの理由で、煩わしい中こういろんなガタガタしてると意識がそっちに行っちゃうんですよ。そうすると手前のもの見ちゃったり、例えばルーフもですね、今回ほぼほぼフラットな形状にしていて、環境によっては光反射すると結構メラメラしちゃったりとかすると、本当は外を見たいんだけども意識がそっちに行っちゃうとまたそれも不安定になっちゃう。っていうので、できる限りフラットでシンプルに作り込むことによって視線が外に向けるようにを考えてシンプルにして、でさらに水平でつながっているような基準線というのを持たせるっていうのに今回注力してきたポイントですね。で、シートのこういった素材の張り分け、こういったところも水平だし、インバネも水平にしてるんですね。でさらにドアの断面、アッパーとパッドの間にこういう断面入れてるんですけども、必ず光が当たった時に影になるように設定してます。そうすると影って暗いですよね。だからどの環境でも線として見えてるんで、さらにそれをまっすぐ見えるような効果っていうのを入れてます。すごい、もう徹底してやってるんですね。これでもかこれでもかっていうんで、そういった配慮を、積み重ねてるとそういった効果が得られる。とにかくその姿勢を安定させるっていうのに効くというので、そういった知見を取り入れて、本当に開発の当初から
こういった計画でやってますので、エクステリアもほぼほぼまっすぐですよね。そういうエクステリア、インテリアパッケージ、3社で、仲良くないとできないですけど、そうですよね。そこでコミュニケーション取らないと喧嘩になっちゃいますよね。そう、いつも喧嘩で別れになってなんかこうガタガタしたようなちょっとつじつまが合わないようなのがちょっとできちゃいそうになるんですけれども、今回はお互い尊重してこういうふうなものを作りたいっていうふうなことを意見交換しながらデザインしたので、それがエクステリアにも現れてるし、それの話を聞いたそういうダイナミックスの性能を作ってる走りですね。走りとか、リア周りのサスペンションだとか、そういうところも含めて今回その3列目、2列目も含めて乗り心地を良くしたいっていうのでやってきたんですよ。ちょっとなんか走りにも影響してそうですよね。というわけで藤友さんドライブ3列目柿崎で今度試乗してみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。